皆様こんにちは。設楽さんハンドメイドのサラです。今回はこちらの斜めのミサンガを作っていきたいと思います。初めて編む方にもね分かりやすくお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ一緒に編んでみましょう。でね、分かりやすいように今回はこの端と端をこういう感じでね三つ編みにしていきたいと思います。結構ね私こういう風な感じでね輪っかにしちゃったりするんですけれども、今回は分かりやすいようにねこの端と端は三つ編み、そしてねちょっと一手間加えてねこの最初の部分と最後の部分、とても美しい仕上がりに仕上げていきたいと思います。まず必要なものなんですけれども、私は今回ね、このレース糸、ダイソーさんのレース糸を使っていきたいと思います。これを3色使っていきますね。こういったね刺繍糸でも全然大丈夫です。これは DMC の糸なんですけれども、ダイソーさんでねもういっぱい色が入ってて100円みたいな糸もあるのでね、こういう刺繍糸でもねすごく綺麗に編めると思います。で、糸3色なんですけれども、1色につき2本1メートルずつなので、1メートル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 全部で6本1メートルの糸を作ってください。で、もしねこの頭を輪っかにしたいなっていう場合は別動画でありますので、もしよかったらね概要欄の方に貼っておきますので、そちらも参考にしてみてください。こういう輪っかができたらね、これをまとめてくるっと全部まとめてキュッと結んで、こうギュッと結んでね、ここからスタートします。で、ここからはね同じ編み方になりますので、こんな感じで準備しておいてください。糸の取り方がねちょっと違うのでね、1メートルで切っちゃうとこの編み方ができないので、動画の方を見てみてくださいね。それではねまず糸を準備して始めていきたいと思います。でですね、一つだけ説明を付け加えさせてください。サクッと説明していきます。ミサンガの編み方はこの4の編み方と逆4の編み方、もうこれでほとんど成り立ってます。でですね、今回のこの斜めの編み方に関してはもう4だけ、こっちだけしか使わないので、糸を1本置いて上から数字の4の形を作って下から糸を出していきます。で、1本につきこの4を2回編んでいきます。これだけです。なのでね、この4の編み方、こちらを覚えておいてください。それでは今度こそスタートしていきます。糸の準備ができました。1本1メートルの糸を6本準備できたところです。これをまとめて結んでいきます。頭からね、まとめてだいたい15センチくらいのところ、指で押さえてこんな感じでねまとめてくるっと結んでいきます。だいたい15センチぐらいですね。ここをギュッと結んだら、その15センチを上にして、でここから編んでいきます。最後もね15センチ残すようにしておいてください。それでは編んでいきたいと思います。ここからね頭を輪っかで作ってきた方も一緒に編んでいきましょう。で、私はね今回ピンクピンクブルーブルーイエローイエローの順番で柄を出したいと思います。なのでねこの糸の順番で並べています。で、斜めなのでねこういう風に編んでいくんですけれども、最初だけねこの斜めのこの頭の部分、この三角の頭の部分を埋めてから編みたいと思いますので、この色の順番になっています。最初からねこう斜めで始めちゃっても全然問題ないんですけれども、ちょっと一手間加えたいと思います。
まずですね、このピンク同士で4を編んでいきます。一番右のピンクをまっすぐにして、左のピンクでこんな感じで4を作って、で下から糸を出していきます。これが1回目の4。もう1回同じ編み方をします。4、下から糸を出して編みます。で編んだものは右へ。次ブルーいきます。このブルーですね。ここのブルーを隣のイエローにこんな感じで4で下から糸を出してきて1回、もう1回ですね。4、下から糸を出してきて、そしたらこのブルーで隣のピンク、ここにも4を2回編んでいきます。4、下から糸を出して1回、もう1回、下から糸を出してきて、で隣のピンク、一番左のピンクですね。ここにも4を2回編んでいきます。4、もう1回、4、そうしたらここから編み方ずっと同じです。まずですね、この一番左の糸、ここをさっき編んでない方のイエローですね。右隣のイエローに4を2回、4、もう1回、4、で隣のイエローに4、2回、1回、もう1回、4を2回ずつね、どんどん右の糸に編んでいくんですね。ピンクに4を2回、1回、2回、で隣のピンクにも4を2回、もう1回、隣のブルーに4を2回、1回、2回。はい、ここまで編めるとね、順番になりました。イエローイエロー、ピンクピンク、ブルーブルー、もうこの順番でね、左から右へずっと4を編み進めていきます。一番左のイエローを右のイエローへ4を2回、1回、2回、隣のピンクにちょっとこうね、根元を広げながら見ながらね、隣のピンクに4を2回、1回、2回で隣のピンクに4を2回、1回、2回、そして隣のブルーに4を1回、2回、そして最後一番右のブルーに4を2回、こんな感じでね、左の糸を右の糸4を2回ずつ、左から右へ左から右へ、こんな感じで順番に編んでみてください。でずっと編んできて、最後は15センチくらいね、それ以上残る分には大丈夫なので、最後を余らして編んでみてください。
はい、こんな感じで編んできました。今ですね、この最初の頭があって、ここからねずっと編んできたところなんですけれども、この柄の部分がちょうどね14センチ、斜めになっているのでね、こんな感じ、14センチと15センチの間っていう感じですかね。これぐらい柄が編めて、で残りの部分がですね、こんな感じ、だいたい20センチちょっと、25センチまではいかないかな、糸によってはね。こんな感じで編めました。でここからまたちょっと一手間加えてね、このままもう結んじゃってもいいんですけれどもね、ここでこう斜めになっているので、ね、ここで結んじゃうと、このねこう結ぶとここにスペースができますよね。こう結ぶとここに三角のスペースができるので、ここを穴埋めしてから最後結びたいと思います。はい、それではここからねスペース埋めていくのとっても簡単です。もう一手間でもないかもしれないですね。はい、まずこの一番左の糸を隣のブルーに4を2回、1、2、その隣の黄色に4を2回、1、2、その隣の黄色にも4を2回、1、2、ここでストップです。糸を2本残してストップで、そしたら、一番左のブルーの糸を隣のイエローに4を2回、1、2、これでおしまいです。ここね、先ほどこういう風に開いてた部分が埋まりました。まっすぐ来ましたね。ここで紐を全部で縛っていきます。ここから最初のようにね、糸をまとめてくるっと結んでいきます。6本まとめて、よいしょ、こんな感じですね。しっかりめにねこう結んだらこんな感じです。でこの先とこの後ろの方、ここをね三つ編みしていきたいと思います。両端の三つ編みを編んでいきます。まずね同じ色の糸同士をこうまとめて、この3本で、糸をね左の糸を真ん中へ持ってくる、右の糸を真ん中へ持ってくる、左の糸を真ん中へ、右の糸を真ん中へ、どんどん糸をね真ん中へ持ってきてくださいね。これが三つ編みですね。はい、こんな感じで編んできたら最後のところでね結んでいきます。まとめて6本まとめて結びます。でこんな感じでね、もう一方の方も同じ感じで三つ編み編んでみてください。はい、こんな感じで編んできました。三つ編みをね左右同じぐらいの長さのところで結びました。で片方だけねちょっとこんな感じで余ったので、もうちょっと柄を編んでもよかったですよね。で、全体的の長さなんですけれども、だいたいこれぐらいで綺麗にカットするので、ここから端から切って、で柄がだいたい15センチぐらいでしたよね。でずっと切って、よいしょ。でこのぐらい同じぐらいでカットするとしたら38センチぐらいですかね。38センチ9センチっていう感じです。もしねもうちょっと長くしたいなとかあったらね、もう少し長く最初のね1メートルで取ったところを1メートル10センチにしてみたり20センチにしてみたり、はい、お好みで作ってみてください。
はい、ということで今回もここまでお付き合いありがとうございます。もしよかったらね、高評価、そしてチャンネル登録、コメントなんかいただけるととっても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。